こんにちは、みくらです。10日間で城下町を作るチャレンジ。いよいよ10日目、始めていきますね。まずは建築現場に向かうよ。こちらは大通り。大通りの道は統一して石形のハーフブロックを組み合わせて作っています。今回は商店街エリア側から来ました。そしてこちらが今回建築する天守閣があるお城エリアです。あくまで1日で作る縛りがあるので、規模は小さめですが、なかなか豪華な見た目になってきたかな。奥にあるのは武家屋敷。お城のお向かいはお寺と、最終的な立地を意識した作りにしています。こちらは前回作ったお城の門。アイアンゴーレムさんたちもなんだか嬉しそう。ところどころに櫓は作ったのですが、まだ中はスカスカの状態。今回はこちらに天守閣と、周りの装飾を作っていきますね。まずは石垣を作ります。作りました。1日で作り切る縛りなので、コマンドも使いながらサクサク作っていくよ。素材は周辺の櫓や、塀と同じく、樹皮を剥いだマングローブや新双眼系ブロックで、作りますね。ちなみに、実は10日目をやるのは2回目。こんな意味のわからない日本語ある？ちょっと前に10日目のチャレンジをしていたのですが、出来栄えを見て、可愛くないぞ、と思い至り、やり直しになりました。とはいえ1日で作り切る縛りがあるので、作ったものは全消ししています。あくまでも10日間チャレンジだからね。ちなみに、天守閣は、城下町のシンボルである他にも、見張り台などの役割も担っているので、他の建物よりも高さのある建物にしないといけないのですよね。ということで、これまで作ったどの建物よりも、高さが出るように設計しています。壁や屋根の作りで繰り返しになる場所はコマンドも使用しているのですが、ところどころハフを作って飾っています。ハフを作ることでよりお城感が出ていい感じになりそう。ただいま4階層目建築中。この調子でサクサク作っていくよ。ちなみに作りながら、天守閣に住んでる人、毎日階段大変だなぁ、と思っちゃってたんですけど、実際にお殿様が住んでいるわけじゃなかったっぽいですね。バカ殿様のイメージで天守閣に住んでるんだと思ってた。和風建築をするときは、ある程度その建物について調べるようにしているんですけど、危うく寝室とか作るところだった。そういや本丸に住んでるんだったなぁ。今回は内装作りまでする余裕ないんですけど、次回があれば2度のや寝室も作りたいところ。僕はね、実はね、内装作りの方が好きなんですよ。おかしいね。ちなみに今回参考にさせてもらっているお城の資料は松本城と熊本城。大天守と小天守の間に門がある感じで作りたいんですよね。マイクラのドット数で再現する以上、なんちゃって再現にはなっちゃうんですけど、それっぽく見えるように意識して作っています。シャツホコがお気に入り。これで大天守は完成です。これから門や小天守を作る過程で一部変更したりはするんですけど、なかなかいい感じに出来上がったかな？石垣の一部は塀の外にはみ出る感じに作ってみました。天守閣は見張り、物見台の役割があるので、これでそれっぽくなったかな？ここからこう、廊下を伸ばして、小天守につなげて、間に門を作って中に入れる感じにしようかな。ということでお城の門を作ります。今考えたらさ、日向村に作った天守閣、入り口ないんだよね。ハリボテすぎてちょっと面白い。今回は10日間チャレンジとはいえ、ちゃんと入り口を作ります。内装は内装です。
小天守を作るよ。作る手順や使用している素材は、ほとんど大天守と同じなので、さらに倍速でご紹介しますね。大天守、門、小天守がこのように、出来上がりました。どうかな？めっちゃハリボテ。本当は、ここに渡り櫓を作って、門から大天守、小天守に入れるようにしたいんですけど、すでに10時を回ってるんだよね。渡り櫓は一旦後回し。本丸がないとまだまだお城感が少ないので、本丸を作ってから考えますね。真っ平らなのも変なので木を植えとこ。いよいよ本丸を作ります。本日最後の建築で、10日間チャレンジの最後の建築でもあります。お殿様が住む本丸なので、以前日向村に作ったくらい大きな本丸の方がそれっぽいんですけど、敷地の大きさ的に無理があるので、小さくてもできるだけ豪華な見た目にしてそれっぽくしてみようと思います。敷地の大きさだけなら、多分隣の武家屋敷の方が大きいです。仕方ないね。桜の葉っぱブロックやランタンを多めに置いて、できるだけ豪華に見えるように抗っています。とはいえお城全体の統一感は失わせたくないので、素材は同じくマングローブや深層岩タイルを使いますね。この本丸作り、外装だけなら40分くらいで完成したんですけど、後から道を引いたり木を植えたりして微調整していたら、あっという間に1日終わっちゃった。本当は渡り櫓や馬屋も作りたかったよ。一日建築縛りの悪いところであり良いところ。私の悪い癖なのですが、一度建築した建物がしっくりこないと、全消ししてやり直したくなっちゃう癖があるんですよね。10日目建築がまさにそうで、実質 10.5 日目建築なんですけど、今回のチャレンジを通してその癖が減った気がする。建築スピードもちょっぴり上がった気がします。知人に、どうやったら建築上手くなる？と言われた時は、好きなタイプの建築たくさん真似するといいよ。といつも答えるんですけど、10日間チャレンジも案外悪くない練習方法かもしれません。本当はね、合掌造りの家を作ったあたりで、他のワールドも遊びたいなぁ、とちょっとサボりたくなっちゃったんですけど、10日間だけ出しやるかって思い腰を上げることができたんですよね。私のように、夏休みの宿題を最終日まで溜め込むタイプの人には、ぴったりの練習方法かもしれません。とお話ししているうちに本丸ができてきました。屋根の仕上げをして、周りを植林、あとは道を作ったら、10日目の天守閣と、10日間城下町チャレンジ建築の完成です。
10日間チャレンジの最終日。どうだったかな？最後にお散歩して回りたいところなのですが、とんでもない動画時間になりそうなので、別でやっておきますね。次の動画も見てくださると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。